フヨドル・ドストエフスキーが1846年その文才の初期の麻焼きを放った作品分身、または二重人格スは読者を19、シーキサンクとペテルブルークの物赤く銀語な、そして冷酷な官僚制度のガチャ中へと引きずり込みます。これはその巨大なアクルルマのあやで開かれゆく一つの高し、液等官やコフ・ペトロビッチ、ゴリャトキンという男の精神的崩壊を描いた不問な桃たたりです。物語はありふれた朝の最初の光とともに始まりますが、ゴリャトキンにとって真にあり触れた瞬間など存在しません。目覚めた瞬間から彼の一挙手一投足をし踏みし、一つ一つの思考を民呼する無知なる声の得意なのです。周に映る自分の底さえ彼をさざくように見つめているかのようです。影へ借りている銀気なアパトの意識で、彼は一瞬たりともじっとしていられず、死をこすり合わせ覚えず周囲を使う神経国民な状態にあります。なぜならカベレは常に誰かに見張られており、どんな些細な船地も本のいかな実験も自分に不利な材料として使われるだろうという揺るぎない信念に取り抱かれているからです。このパラノイアは彼の存在そのものを払い尽くしています。彼は自分自身に自分は名誉ある人間であり、回りくどいやり方は好まない、仮面をつけた人間を結んでいると覚えずくまきます。しかしこれらの屈機は死のところハベが拭んでいると講演するその世界に受け入れられたいと限られながらも、それを成し遂げるための社会的スキルを信をいた魂のどうしようもない叫びに他ならないのです。この深刻な内的葛藤は彼らが意識であるクリスチャン・イワノビッチ・ル・テンスピツツを訪ねた末にさらに明白になります。意識の冷淡でよそよそしくドイツ的なきちる正しさを持つ態度を前に、ゴリャトキンは私力滅裂で矛盾に満ちた都会を始めます。自分は分野かで目立たない人間だが、時が彼を放っておかないのだと、そして自分は性格を変えるべきなのだと語ります。この会話は助けを求める声というよりは、分裂した精神の反響からなる不協和銀のようです。意識の主演は表層的なものに終わり、なぜならゴリャトキンの苦悩は医学的なものではなく子孫的なものだからです。彼のスロい自我の中心を打ち砕く遺跡はその日のワに訪れます。彼は所属する関東の上記であるオールスフィー・イワノビッチの娘クララ・オルスフィエブナの誕生日パーティーに招待されていないにもかかわらず出席することを決意します。これは彼にとって社会的階級を一つ上がり、自分を証明し、そして引き床に封印を寄せるクララのスレを引くための最後のチャンスでした。しかしパーティーの途をくぐった瞬間から全てが閉行へと転じます。彼の存在は誰にも気づかれず、会話をしみても甘ぶりし、彼の不器用なダンスはひそひそとした長期症の敵となります。次第に可能していくパニックの中で状況を挽回しようとすればするほど、彼は深みにはまり、ついには町の木の前でサゴシカイたちによって名号をこぬつけられ、極入的に追い出されてしまいます。この瞬間は彼にとって単なる社会的な失敗ではなく、自我の完全な虚月を意味しました。この絶対的な極入の重圧の下、サンクトペテルブルークの降ってくようなフード、イニモの中をあてもなく方向を打ち、彼の人生と理性が名戻りできないほど道を踏み外すあの瞬間が訪れます。ある橋のたもとで川の安い水面を見につめていると、俺の中から一つの人板が現れ、彼に向かってきます。その子が近づくにつれて
ゴリアトキンの恐怖は申していきます。なぜなら彼の前にいる人物は彼自身だったからです。同じ比較口、同じ顔、同じ街灯をまとった自分と存分じえわぬスカミナツの存在、もう一人の自分、分身。この超現実的で恐ろしい装具にほごりついたゴリアトキンは、この秘めいた存在を自分の家に連れ帰る以外に譲がありませんでした。その夜、ゴリアトキン、コウと名付けられたこの分子は、あちめて引きキュラで、選挙で、あいれな態度を示します。ゴリアトキン、大である我らが主人公は、彼に登場し、保護さんに置き、この奇妙な中間意識の中に、図からの孤独へのつざめを見出したかのように錯覚します。しかし、この不問なやつらぎは、一着、遺書の灰をくぐると同時に、糞に元に砕け散ります。ゴリアトキン・シオダイルは、一魚にして完全に別人へと変目を遂げていたのです。今や彼は、我らが主人公がなりたくてもなれなかったすべてのものを体現する存在となっていました。自信に満ち、窮地にくつみ、絶好的で、上司と気軽に容談を気負わし、誰からも旧作に抗議と尊敬を勝ち取る音。同僚や上司たちが、この新しくカリスマ的なゴリアトキンに簡単の偏差しを向ける一方で、我らが本物ゴリアトキンはますます透明な存在となり、奇妙で退屈な人物とみなされ、まるで浜のような存在へと追いやられていきます。分身は彼の人生を体系的かつ冷酷に、そして悪魔的な死亡をもって乗っ取り始めます。ゴリアトキンが何ヶ月もかけて作成した報告書を望み、図からのチュグベとして発表します。ゴリアトキンが誠実な意図で口にした言葉を、彼のいないところで念じたげ、彼を上司の死から見て、売りつきで陰謀好きな人間に仕立て上げます。彼の社会的な不器用さを灰の前で無慈悲に晒し者にし、彼を噛めるのです。この容赦ない侵略に直面し、ゴリアトキンの世界はパラノイアの地域へと突き落とされます。彼は分身の生たせをなきき、渦からの真実性を証明しようともがきます。上司たちに長く尻滅裂で次第に狂気をむくびていく手紙を書きます。同僚たちに状況を説明しようともどみますが、彼らは信じないか、あるいは分身の側につきます。彼はすとも身近な聴衆医のペトルシュカから最後尾の召喚に屈るまで、誰もがこの陰謀に加担しており、世界が彼に対して団結し、彼を破滅させようとしているのだと信じ込むようになります。もはや死にを歩いていても圧制されていると感じ、あらゆる気きの中に自分の名前を聞き取ります。崩壊の最中メクはクララ・オルスフィエブナから送られてきたとされるひめいた手紙によって開かれます。手紙にはクララが父親のあっちから逃れるため、ゴリアトキンに自分を連れ取ってほしいと書かれていました。この手紙は疲れ果てた主人公にとって最後の希望、救急の妄想となります。彼は自分を小説のヒーロー、救急車の騎士とみなし、この最後のチャンスに盲目的にしがみつきます。しかし、この手紙の信憑性は集めて後わしく、おそらくは彼を完全に破滅させるために分身が仕掛けた最後の、そして無のも残酷な民なのでしょう。このラバリの希望に満たされたゴリアトキンは、クララを死すりすべく、おたび彼女の家のブダニ会へと向かいます。この最後の床みは、彼の最大かつ、身とも非究極的な3倍に終わります。彼の行動は、ことごとく騒動を引き起こし、彼の叫び声と非難は強靭の資源として片付けられ、彼は再び群衆の真ん中で完全に孤立し、
感覚に刻まれることになります。この絶対的な崩壊の瞬間、群衆の中から見慣れた人物が現れます。意識クリスチャン・イワノビッチです。意識の登場はゴリャトキンにとって究極でも助けでもなく、社会が彼に下す最終的な判決の建国でした。意識は冷静かつ実務的な態度で彼を偉大の馬車に乗せます。ゴリャトキンは一瞬の知念とともに神を重ねますが、マーシャが精神病院に向かっていることに気づいた時には全てが手たずくれでした。マーシャのタオから老朽に残してきた世界へ最後のイパイツを投げかけた時、彼は本当も恐ろしく、スモモチに勝ちぐらった光景、ヨッチヒの当たりにします。彼から人生、アイデンティティ、目名前、そして世紀のすべてをこごった分身が群衆の中で勝ちぐおったように楽しげに、そして鳥るように彼に指を振っているのです。ゴリャトキンは自分が連れて行かれる場所が自はとっくに知っていた場所であることに気づき、自らの自害の消滅へと向かう最後の流律に完全な知念とともに神を綴ねるのでした。